はい、Make Regex Much Faster というタイトルで発表させていただきます藤波です。本日はどうかよろしくお願いします。まずはじめに簡単に自己紹介させていただきます。総研大総合研究大学院大学の博士課程の学生です。で、Twitter とか GitHub はMake Now Just という名前でやっています。で、2022年の12月、比較的最近、Ruby コミッターになりました。やったこととしては、正規表現マッチング、Ruby のCRuby の、正規表現マッチングの実装の高速化ということを、やらせていただきました。本日の発表もその内容についてになります。本日の発表の流れを簡単に説明させていただきます。まずはじめに Ruby の正規表現がいかにパワフルかというのを、そのパワフルな機能であったり、その応用例を通して説明したいと思います。次に、そのパワフルさゆえに、正規表現マッチングは脆弱性があり、脆弱性を引き起こす可能性があり、その例としてリド数というものについて説明させていただきます。で、その次に正規表現マッチング、リド数を防ぐためには正規表現マッチングを高速化することが重要になります。そこでメモ化による最適化というものを導入したので、それについて説明します。最後に、今後の、正規表現マッチングの個人的な展望について簡単にお話しします。それでは、Regex is Powerful ということで、正規表現がいかにパワフルかを見ていきたいと思います。はい。このスライドに出したように、Ruby の正規表現は非常にさまざまな機能を持っていて、一つ多分 Ruby の正規表現のすごい重要なこととして、複数の文字エンコーディングをサポートしているということが挙げられます。他にも、先読みや後読みといったルックアラウンドオペレーター、あとはアトミックグループ、条件分岐、アブセントオペレーターや、あとサブエクスプレッションコール、部分式の呼び出しであったり、後方参照のようなさまざまな、拡張、正規表現の拡張を持っています。これらの拡張や機能は、日々の業務の開発であったり、趣味の開発をすごい役立っているのではないかと思っています。で、正規表現 Ruby の正規表現がいかに強力かというのを示す例として、こんな正規表現を書いてみました。これは、二進数の足し算、01なんとか足すみたいなイコールなんとかみたいな文字列が渡されたときに、それが二進数の足し算として正しいときにのみマッチするような正規表現になっています。で、他にも興味深い例として、ブレインファックという簡単な小さなプログラミング言語を正規表現マッチングの中で実装したといったものもあります。ここまで Ruby の正規表現がいかにパワフルかという話をしてきたのですが、結論としては Ruby の正規表現はものすごくパワフルだということが伝わったのではないかと思います。はい。さて、大いなる力には大いなる責任が伴うというわけで、正規表現はすごくパワフルなのですが、それゆえに起こってしまうような問題もあります。それが、リドスと呼ばれる脆弱性になります。リドスは、Regular Expression Denial of Service の略で、正規表現マッチングに関連する脆弱性となっています。正規表現マッチングのマッチ時間というのは、ものすごく爆発してしまう場合があります。例えばスライドに示している、A or A スターみたいな正規表現があるんですが、これに対して A、B みたいな A が30個来て B が来るような文字列のマッチングを試みると、少し前の Ruby だと、30秒近くかかってしまうというようなことになり、非常に問題があります。で、マッチ時間が長くなると一体何が問題なのかというわけで、このようなシナリオを少し考えてみました。これがリドスの脆弱性として問題になりうるようなシナリオで、あるウェブアプリケーションが、スライドにあるような正規表現
なんかアットマーク以外が来てアットマークが来てアットマーク以外が来てドットが来てアットマークみたいな、なんかアットマークで区切られた文字列で末尾の方がドメインみたいなドットが混ざった文字列になってるみたいなイメージなんですけど、この正規表現は脆弱性があるんですが、これをメールアドレスの検証に使ってたとします。であるユーザーがなんかこの待ち時間を爆発させるような a@.@@ みたいな文字列を Web アプリケーションに送ったとすると、Web アプリケーションはこの正規表現のマッチの処理に数分間近くの時間をかけてしまって、もし Web アプリケーションが並列化したりしていなければ、その間他のユーザーはロード画面であったり、あるいはレスポンスが遅すぎてインターナルサーバーエラーを見るようなことになってしまい、DDoS になってしまいます。これが DDoS の考えられるようなシナリオで、要するに DDoS っていうのはユーザーに良くない体験を与えてしまったり、ビジネスの機会を損なってしまうというようなことを引き起こし得る脆弱性となります。はい。で、ここまでは仮定のシナリオで話してきたのですが、DDoS は現実世界でも問題になっていて、例えば2019年にはクラウドフレアがDDoS が原因で27分間ダウンするといった事例がありました。また近年ではRuby の外部ライブラリ RubyGems 多くの RubyGems にDDoS 脆弱性が報告されていて、例えばノコギリであったり、ラックのようなよく聞いたことあるジェムに対しても DDoS が報告されていたりします。また、Ruby の、標準ライブラリの方にも DDoS 脆弱性が報告されており、Ruby 自身で DDoS を防ぐような機能が、必要になってきています。そこでじゃないや、はい、DDoS を防ぐにはどうしたらいいのかということなのですが、まず DDoS の特徴として、ある正規表現は DDoS を引き起こしうるし、ある正規表現は引き起こさないというなわけなので、正規表現を書くときに注意すれば DDoS を起こさないというのは当然なのですが、もっと根本的な解決策として、まず一つは、正規表現が DDoS を引き起こし得るかどうかをチェックするツールというものを、これも手前味噌なのですが開発しているので、これを使ってもらうということがあって、ただこれは今回の話の主題ではなくて、もう一つがRuby の正規表現マッチングの実装を改善することで DDoS が簡単には起こらないようにする、そのマッチング時間の爆発が簡単には起こらないようにするというアイデアがあります。で、実際、Ruby の 3.2 以降では、このような改善が導入されており、簡単には DDoS が起こらないようになっています。で、これによって導入した結果を表すグラフなんですが、スライドにある、これはリリースノートにあったグラフを切り出してきたものになります。で、3.1、この例は、マッチング時間が、文字列の長さに対して2乗に伸びていくような例になっていて、実際 3.1.3 の時は2乗にマッチ時間が伸びているのですが、3.2.0 はグラフの下の赤線が全くすごく低いところにあるのが 3.2.0 で、すごく高速になっていることが分かると思います。で、次はもっと極端な例で、マッチ時間が指数的になる場合は、30文字程度で 3.2.3 の場合はグラフを突き抜けてしまっているのが、3.2.0 ではまた下の方で、ほとんど時間がかからずに終了していることが分かります。はい、ここからは、正規表現マッチングの、改善の内容についてメモ化による最適化というものを導入したので、それについて説明していきます。メモ化による最適化の内容を理解するためには、まず Ruby の正規表現実装鬼雲というのですが、これが、VM ベースの正規表現エンジンであることを知ってもらう必要があります。VM ベースの正規表現エンジンというのは、正規表現が、スライドの右側に示したようなバイトコードにコンパイルされて、このバイトコードがバックトラックを使ってマッチを実装する、マッチを行うというようなものになります。
で、このバイトコードの中で重要な命令はプッシュという命令で、プッシュ命令では、現在位置とオペランドの、ラベルを、バックトラックのためにスタックにプッシュするというような命令になっています。で、メモ化とは何かなのですが、聞いたことある方も多いかと思うのですが、メモ化とは、状態であったり引数と、その引数状態からの結果を、記録しておいて、その同じ引数であったり状態が来たときに計算を省略して結果を返せるようにするような、プログラミングのテクニックになります。で、VM ベースのマッチングでは、状態として現在の、そのバイトコード上の実行位置と文字列上の、マッチしているポジションを、記録します。で、そこからの結果としては何か保存する必要は実はなくて、というのももし同じこの状態に戻ってきたとしたら、それはバックトラックを起こしてマッチに失敗してバックトラックを起こして戻ってきたということなので、結果として保存するのは失敗に、限定されています。で、ここまで言葉ですごい説明してきたんですけど、なかなか伝わりづらいと思うので、VM の動きであったり、そこからメモ化が必要になる場面であったりを説明するために、その VM の動作を丁寧に説明していきたいと思います。はい、例で説明していきます。文字列、先ほどの AOI スターの正規表現に対応するバイトコードに対して文字列 AAB でのマッチングを開始していきます。で、最初の文字列上の位置は0から始めて、スタックは空の状態から始めます。で、最初の命令は begin_buff というものなのですが、これは、正規表現の最初に\a があったので、それに対応する命令になっています。で、これは文字列の最初にマッチする命令なので、このテストにパスして、プログラムのバイトコードの実行位置が次に進みます。で、次にあるのがプッシュ命令で、これは先ほど言った通り、スタックにこのラベルと現在の位置をプッシュします。で、その次にあるのが exact1a という命令で、これは文字 A に対するマッチングを行います。で、現在の位置の文字は A で、マッチ対象の文字も A なので、テストにパスして、文字列上の位置と、プログラムの位置が、同時に進みます。で、その次には、ジャンプがあり、2つジャンプが連鎖しているので一気に進めてしまって、ループの最初のところまで戻ってきます。で、またこの位置に戻ってくるのですが、ここからここまでは、先ほどの、ものの、2文字目で繰り返しなので、一気に飛ばして進めます。で、その先にあるプッシュなのですが、ここは先ほどと同じように、またスタックにラベルと現在の位置をプッシュします。で、また exact1 命令なのですが、ここでは、ポジションが2まで進んでいて、ここでの文字は、この位置が指している文字は B なので、A と A にマッチしないので、バックトラックが起こります。で、バックトラックでは、スタックの一番先頭の要素をポップして、そのラベルの位置に、プログラムの位置を、移動します。また、文字列上の位置も復元されます。この結果、ブランチラベルのところまで移動しました。その先にも、exact1a があるのですが、また同じように、失敗してバックトラックをし、今度は、ループエンドのラベルのところまでプログラムが実行位置が移動します。最後に、ここに、エンドバフ命令があって、これは、正規表現の最後にあった\z 文字列の末尾にマッチする、正規表現に対応する命令になります。で、ただ、ポジション2っていうのは、文字列の最後の位置ではないので、マッチに失敗してバックトラックを起こします。で、バックトラックを起こした結果、一つ前のポジションに文字列上の位置に戻っているので、
今度は、EXACT1A のマッチに成功して、文字列の位置が進みます。で、ループの先頭まで戻ってきます。ジャンプ命令でループの先頭まで戻ります。で、ここからまたプッシュ命令があるので、プッシュ命令を実行していくということもできるのですが、よくよく考えてみると、この状況っていうのは、例の9番目の時に到達していた状況と、すごくよく似ています。なので、この部分は、メモ化によって省略できるはずです。というわけで、メモ化についてもう一度考えてみましょう。はい。ここまでの例で、9番目の状況と15番目の状況っていうのは、スタックの状況を除いて、すごくよく似た状況になっていました。具体的には、プログラム上の実行位置は、ループビギンのラベルのところを指していて、文字列上の位置は、2になっていました。要するに、これがどういうことかというと、9からこの状況で実行してマッチに失敗するということがすでに分かっているので、同じ状況の15からマッチングを進めていった場合でも失敗するということが言えます。そのため、到達した、プログラム上の実行位置と文字列上の位置をペアにして記録しておけば、不要なバックトラックを削除できるはずです。この記録するというのがメモ化になります。では、メモ化を導入した後のマッチングがどうなっていくのか、これは先ほどの15のスライドの状況と同じ状況になっていますが、メモ化を導入していた場合、このプログラム上の実行位置で、文字列上の位置が2の時というのは、例の9番目のところですでに到達しているので、VM メモ化によって、即時に、バックトラックをするということが分かります。また、この後もメモ化によってこの後も実行は続いていくのですが、多くのバックトラックがメモ化によって省略されて、結果的にマッチングに失敗するということが分かります。さて、メモ化には理論的に少し研究もされていて、その論文によると、メモ化を適切に行っている場合、文字列の長さに対して線形の時間で積極限マッチングが終わるということが保証できます。これはもしバックトラックで、VM ベースのマッチングというのは最初のリドスの例で示したように、指数的になったりだとか2乗3乗にマッチング時間が伸びていくということがあり得るので、線形の時間でマッチングが終了するというのは、かなり良い性質だと言えます。で、なぜメモ化で、積極限マッチングを最適化するのかという利点として考えられることとして、一番に挙げられるのが、メモ化はもともとある VM の実装に対して、その VM の命令を実行する前に、メモ化のための記録をしたりだとか、メモ化でバックトラックを行う部分を追加すれば、実装できるっていうのは、なんとなくイメージできるんじゃないかなと思うんですけど、そんなふうに、比較的直接実装できます。で、そのもっとオリジナルのに直接手を入れるので、高い水準での広報互換性が保証できたりだとか、そのコードの変更が、小さく済むというのが、メモ化による最適化を、の実装をする、利点だと思っています。で、実際のプルリクエストは、GitHub の6486番になっているのですが、この、変更修正の差分は、追加した行数が744行、減らしたのが12行と、なんかそれなりに小さな、コンパクトな変更にまとめられたのではないかと思っています。あれ？はい、切り替わった。はい。あれ？なんかずれて、はい、すみません。はい。メモ化による最適化の弱点として、一つは、メモリ消費量が挙げられます。メモ化を行うためには当然到達した位置と文字の組を保存していくような、メモテーブルが必要になるのですが、
必要になり、そのためにメモリアロケーションは通常のマッチングよりも、通常にマッチングを行う場合よりも増えてしまいます。ただそのメモ化のためのテーブルの大きさというのはそれほど大きくならないっていうのが、ある程度実際のコードに対して調べて分かっていて、また、マッチのたびにメモリを即座に確保するのではなく、バックトラックの回数が一定量を超えたらその際にメモ化のためのテーブルをアロケーティングするというようにしているので、即座にものすごいメモリ消費量が増えるといったことにはなりにくいはずです。このため、メモリ消費量についてはそこまで大きな問題ではないのかなと考えています。もう一つメモ化による、メモ化の弱点としては、全ての機能、正規表現の機能に対してメモ化が実現できるというわけではないということがあります。例えば、ルックアラウンドオペレーターであったり、アトミックグループ、コンディショナルブランチ、アブセントオペレーター、部分式の呼び出し、後方参照みたいな機能を含んでいるような正規表現に対しては、現在メモ化が有効にはなりません。このうちいくつかは頑張ればサポートできるかもしれないんですが、そもそも理論的に多分バックリファレンスとかはどうにもならないのではないかなと思っています。また、VM に直接変更を加えたために、VM の構造に影響を受けてしまっている奇妙な制約というのもいくつかあって、回数指定の繰り返しがネストしている場合であったりとか、空文字列を含むループがネストしている場合にも、メモ化による最適化がされません。このように、全ての正規表現が最適化されるわけで、メモ化によって最適化されるわけではないということに注意してください。で、メモ化による最適化がされるかどうかをチェックするために、Ruby3.2 から、regexp.lineartime という、メソッドが追加されました。これに、正規表現を渡すと、その正規表現が、メモ化による最適化がされるかどうかを、新義値で返すというものになっています。最後に、正規表現マッチングについて、自分が個人的に今後の展望として考えていることを少しお話ししたいと思います。まず、すごいショートタームな課題として、やらなければいけないこととして感じていることが、先ほど言ったように全ての正規表現が、メモ化による最適化がされるわけではないので、されない場合に警告を出すような仕組みが、あったら嬉しいのではないかなと思っています。そのためにやることとしては、ロボコップのルールとして、新しいものを実装するのであったり、Ruby に新しい警告を導入するという必要があると思っています。これは多分そんなに大変なことではないので、時間のある時にやりたいと思っています。はい、でもう一つ、すごく大きな、自分の野望として考えていることとして、バックトラックを使わないような正規表現エンジン、新しい正規表現エンジンをRuby に導入できたらいいなということを考えています。で、バックトラックが起こらないというのは具体的にどのようなものかというと、DFA ベースの正規表現エンジンで、VM ベースとはまた少し違った正規表現エンジンになります。DFA とは、デターミニスティック・ファイナンシャル・ステート・オートマトン、決定性有限状態オートマトンのことで、すごく簡単に言うと、これを使うと、メモ化を使った時と同じように、線形の時間で、マッチングを行うことができます。で、Go 言語だったりラストのような比較的最近の言語の正規表現実装も、このような DFA ベースのものになっています。ただし弱点として、部分式の呼び出しであったり、後方参照のような拡張は、サポートできないという問題も挙げられます。そのような、後方参照であったり部分式は Ruby の正規表現で、使われているものなので、Ruby の正規表現エンジンを丸ごと置き換えるものではないんですけど、可能ならこういった DFA ベースの正規表現エンジンが使えたらいいのではないかというように考えています。
で、この DFA ベースの正規表現エンジンを実装するにあたって、どのように実装していくかの計画として、自分が今個人的に考えていることを簡単にお話しします。まず広報互換性は大事にしなければいけないと思っているので、すでにある正規表現のパーサーであったり、文字クラスの中に文字が含まれているかどうかだったり、あと、I フラグ、イグノアケースのフラグが付けられているときに、正規表現の中の文字、大文字小文字を展開するような仕組みといったすでに Ruby の正規表現エンジン実装されているものの中で、再利用できそうなものについては、可能な限り再利用していくことが重要なのではないかと思っています。で、DFA ベースの正規表現エンジンの研究は、近年すごく盛んに行われているのですが、その中で比較的最近の論文では、結構複雑なことをいろいろやっていて、C 言語で実装するのは大変そうだなと、自分もそんなにC 言語はそこまで得意ではないので、大変そうだなと思っていて、そのため、正規表現エンジンをRuby で書けたらいいなということを考えています。で特に最近はRJIT であったり Ruby で速いコードを書くための高速なコードを書くための仕組みが整いつつあるのではないかなと思っていて、これは面白い試みなのではないかと思っています。で、正規表現エンジンをRuby で実装するにあたってRuby にやらなければいけないこととして、まず一つが先ほど言ったパーサーであったり文字クラスの実装がRuby の内部にあるものをRuby 側から呼び出せるようにするということが必要になると思っています。でもう一つ、正規表現エンジンをRuby 側から置き換えられるような仕組みというものも必要になると思っています。で、最後に本日の発表の内容を簡単にまとめたいと思います。まず REDOS レギュラーエクスプレッションデナールオブサービスというのは、正規表現マッチングに関連する脆弱性です。で、REDOS を防ぐために、メモ化による最適化というものを、導入しRuby3.2 から、導入されました。で、メモ化による最適化は、多くの場合、REDOS を防ぐような、高速化を実現してくれるのですが、一方でいくつかのケースでは、メモ化による最適化が行われない場合があります。そのケースというのが、ルックアラウンドであったりバックリファレンスのような、正規表現の拡張的な機能を使っている場合であったり、あとはちょっと実装のせいで、できないケースがあるということに、注意してください。で、今後の野望としてやりたいこととして、新しい DFA ベースの正規表現エンジンをRuby で書けたらすごく面白いんじゃないかなと思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。